はい、今回は加藤から SL 人吉号の発売に合わせて再生産された DE10 ディーゼル機関車九州仕様を2両購入してきました。小田急ポイントカードが6000点ほど貯まったので、上司にほうれん草をしたらお父さんが使っていいよって言ってくれたので、ポポンでった海老名店でおよそ1両分の価格で2両手にすることができました。上司と小田急ポイントに感謝です。それでは早速開封してみたいと思います。はい、電気クラブです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今回は加藤 DE10 九州仕様をいじります。早速ケースから取り出してみましょう。わー、真っ黒。DE10 素晴らしい。2010年から九州の DE10 は前期この色に塗り替えられました。それにしてもすっごい光沢。こんなピカピカだとどうやってウェザリングしようか悩みますね。写真などで見る限りはここの朱色はかなり黒ずんだりしていますよね。それから屋根上ですかね。排気口からの排煙ですすけています。あとこのラジエーターとこのファンですかね。でも元のカラーがこれだからここを黒くして目立つんですかね。それとこのゴールドの手すり素晴らしいですよね。色、光沢、細さ大満足の出来栄えです。あと写真など拝見しているとスノープラウが結構土ぼこりで茶色っぽく見えるんですね。それは再現したいなと思います。それからここのチェーンですね。チェーンはさすがに金色してないのでこれは塗り替えましょう。それと若干この下回りにも土ぼこりが舞い上がってるような加工を施してみたいなと思います。それから付属品です。交換用のナックルカプラーが2個とナンバープレート、ホイッスルが入っています。ナンバープレートは1個だけ銀色がありますが、残りの3個は金色で書かれています。1195号機だけは実機が銀色なんだそうです。それからホイッスルですが、今まで取り付けにくくて苦労していましたが、加藤の特殊ピンセットを手に入れたので取り付けが楽しみです。最近の加藤製品はホイッスルや信号円環、誘導員手すりなど取り付け済みで発売されるので、僕なんかはトミックスの部品取り付けに泣かされているので、そちらの用途に使おうかななんて思っていたところです。ナンバープレートなんですが、1209、1207、1206、そして銀色が1195なので、1207と1195あたりにしましょうかね。ナンバープレートは後から付けるとして、じゃあどんな風に汚すのかというイメージを過去の DE10 を見ながら検討してみましょう。僕は DD51 はもう1箱に6両あるので、全部で8両コレクションしているんですが、小型ディーゼル機はこれしか持っていません。DE10 はここに2両あるだけだったので、団地型と寒冷地型ということで1両ずつしかありません。早速団地型を見てみましょう。DE10 はこんな感じにウェザリングしていますね。ここどうですか？ここは周囲をマスキングしてうっすらと墨入れブラックを吹いています。元々のボディカラーのオレンジやホワイトの帯がうっすら残るくらいにするのがポイントなんです。なのでエアブラシで吹く効果があるんですが、今回の JR 九州仕様はもともとものすごく濃い焦げ茶なので、どれだけ映えるか全く予想できません。あとはボンネット上のこういうところですかね。それとここの屋根上、排気管から排煙が出るので、こんなにツヤツヤはありえないのかなと思います。それからここのランボードの朱色ですが、ここは写真で見ると結構黒ずんでいるので汚してみましょう。JR 九州の皆さんが大切にしている機関車らしさを
残しつつ活躍する機関車の力強さを施してみようと思います。それではまず説明書通りに部品を取り付けるところから始めましょう。屋根上にホイッスルとここのナックルカプラーの交換ですね。ナンバープレートはもう少し後で取り付けます。ではまずホイッスルから取り付けましょう。すごいですね。桐の箱に入ったピンセット。おー、肉厚感。うちの使いやすい方のピンセットのようなどっしり感。これが門外不出のピンセットですね。加藤の従業員さんと同じ道具を使える喜び、一生大切にしたいと思います。それでは早速使ってみましょう。普通のピンセットでは結構な確率で飛ばしたり曲がってしまったりしたホイッスルです。こうしてピンセットに挟んだまま部品の切り離しができます。今ちょっと向きを確認しました。短い方が前になります。おー、一瞬で粛々と一発で取り付けられました。素晴らしい。では次も行きましょう。短い方がどちらかしっかり覚えて切り出します。そうして穴にほら一発で取り付けられます。今までストレスが多かったホイッスル取り付けが楽しくなりました。よく飛ばしてしまう部品なので加藤も予備を2個入れてくれていますが当然使いません。したがって手つかずで残ったホイッスルの部品は部品入れにしまっておくことになりました。ここです。これダイソーで売っている150円のケースなんですが、僕はこんな形で部品を整理整頓して保管しています。次はカプラー交換です。スノープラウを引っ張ると外れますので、アーノルドカプラーをナックルカプラーに交換します。この機関車はカプラー交換簡単ですね。右手の法則ですよ。ナックルカプラーは上から見たときに右手の法則でセットします。かっこいいですね。ではこちらも交換しましょう。これをスッと取って取り付けるときには、はい、右手の法則ですよ。右手の法則。カプラー交換は簡単でいいですね。 DE10 はやっぱりカプラーはナックルですよね。2両ともカプラー交換とホイッスル取り付け終了しました。そしたら今度は車体のウェザリングですが、さあどうしましょうね。それでは車体の分解は2倍速でご覧ください。ピンセットだと車体に傷つけそうなのでマイナスの精密ドライバーで行っています。キャブの裏の爪で動力ユニットに止まっているので、そこを浮かしてからキャブを引き上げるとボディが外れます。こんな感じです。これ一体成形なの？あ、違う。爪があるからキャブが外れるはず。じゃなきゃ運転席の窓とか入らないもんね。あ、そう思い出した。キャブは上に少しこじりながら押し上げると外れるんだ。久しぶりだからすっかり忘れてしまっていました。ではラジエーター網のところを艶消し黒に塗るのにマスキングをしていきます。網横の3の部分をしっかり押さえます。艶消し黒に塗るのは網の部分だけにして艶あり部と光沢の違いを表現してみましょう。こうですね。そしたらまず黒を塗らない車体部分を大雑把に幅広のマスキングテープで覆ってしまいましょう。こうですね。テープの端は畳み込んで処理しておきましょう。こういうところはこう折っておくと剥がすときに剥がしやすいんですよ。実はラジエーターとボンネット上のファンを別々に塗装する方がマスキングが楽なのでそうしますが、車体のキャブと第2エンド側のマスキングは
ファンの塗装時にも活かすので、やり替える部分の下側に入るようにしてるんです。ほら、今巻いている部分ですね。ラジエーターの塗装が終わったら、ここまで剥がしてマスキングをし直すんです。こうしてマスキングテープを節約しながら作業しています。ちょっと隙間が空いた部分にテープをちょい足ししましたよ。次はいよいよ慎重に作業を進めるラジエーター部のマスキングです。ラジエーターグリルの周囲を酸には艶消し黒が乗らないように、酸にかぶせるようにマスキングを進めます。マスキングはちょっとめんどくさい作業ですが、出来上がりを楽しみに作業を進めるんです。だんだんマスキング作業が進んできました。ラジエーター部分以外はしっかりマスキングテープで覆うことになります。だんだんミイラのようになってきちゃいましたね。最後の一辺ですね。下側も同じようにマスキングテープを貼ります。こうですね。では反対側も網だけを出して酸はマスキングテープで隠します。マスキングテープの隙間から塗料が染みないようにしっかり押さえておくのが肝心です。次はラジエーター内部の酸をマスキングします。幅 0.5 ミリぐらいにマスキングテープを切断します。こうですね。これを使います。そしたらその細いマスキングテープをラジエーター内の酸のところに貼っていきます。ピンセットを使って正確にマスキングしていきます。テープがかなり長かったので反対側も届くかな。楽々届きますね。反対側もそのままマスキングしてしまいましょう。こんな感じです。九州の DE10 のカラーではこんな細かいマスキングがいい効果を生むのかがさっぱりわからないんですが、とりあえず後悔するのは嫌だからやっておきましょう。作例では2本目の酸のマスキングに入っていますね。はい、できました。塗装にはタミヤのマットブラックを使いましょう。それでは野外に出て塗装してきます。塗装してきたのでマスキングテープを剥がします。なかなかどうしてワクワクする瞬間ですよね。どうですか？艶消し黒の効果出ていますよね。かっこいい。次はこちらのファンですね。反対側もどうでしょう。製品のままの状態と比べてみましょうね。やっぱり艶消しは艶消しでいい味出ていますよね。やっぱり違います。あまり効果が見えないかなとも思ったんですが、気を良くしたのでもう一行の方もやってしまいましょう。それではボンネット上のファンを塗るためのマスキングです。マスキングテープを一度仮貼りして、そこにファイ 8.5 ミリの円を描きます。ファンの径はファイ8ミリでしたが、ボールペンの先の太さを考慮してファイ 8.5 ミリの円を描きました。そうしたら円に沿ってクラフトナイフで切り出します。ここは慎重に行っていますが、3倍速でご覧いただいています。はい、切り終えたらそーっと剥がします。ほら、こんな感じの抜け具合になりました。そうしたらファンの位置に貼り付けましょう。前後左右を確認しながら穴の中心にファンが来るようにセットします。この手の加工したマスキングテープは強く引っ張ると形がいびつになってしまうので気をつけます。そうしたらそれ以外の部分は大きめのマスキングテープを大雑把に貼るんです。はい、こんな感じですかね。はい、
パンの部分がこんな感じにマスキングできましたので、外に行ってタミヤのマットブラックを吹いてこようと思います。はい、塗ってきました。それでは3倍速でマスキングテープを剥がしていきます。流行る心がこのスピード感なんですね。缶スプレーによる塗装はこれで終了なので、すべてのマスキングテープを剥がしています。こんな感じ、艶消しの感じがいいですね。次に機関室を塗ってしまいましょう。JR 九州の室内色はわからないので、ここは一般的な薄緑色にすることにしました。昭和生まれの親父の感覚だと、機関室って迷わず薄緑色なんですよね。JR 九州の皆さん、ごめんなさい。ここの運転台下部も薄緑色なんでしょうが、ここはどうせ塗っても見えないので省略することにしました。と思ったんですが、軽くはめ合わせてみたら窓から見えそうなので、ここにも薄緑色を塗ることにしました。この薄緑色が完全に乾いたら、運転台などにも軽く色を入れて、機関室窓から見える内装の印象を良くしておくんです。運転台ユニットの色はやはり濃い緑ですね。緑2号の残りがあったので、それを塗装しています。こんな感じで2両分4箇所の運転台ユニットを塗りますが、DE10 って元は入れ替え用途が多い機関車なので、運転台が進行方向から見ると横向きになっているんです。短い時間ならいいけど、運転手さんはずーっと横向いて運転です。これってきついですよね。SL 人吉号の鳥栖からの帰路などは、こちらが先頭で約2時間。首が痛いでしょうね。次は運転席を青く塗りましょう。室内を塗らないと殺風景だし、塗れば塗ったで運転手さんがいないのはおかしいんですけど。運転席の色も青。また昭和の親父のセンスでごめんなさい。頭にこびりついているんです。これは黒鉄色。ここの鎖ですかね。写真などを見ても、ここはさすがにゴールドではないので、僕は黒鉄色に塗ることにしました。そしていつものようにナックルカプラーに薄く墨入れですが、九州の機関車は錆が目立たないので軽めにしました。これでどうでしょう。次は僕が結構気になったランボードの朱色です。写真で見ると結構汚れているので、ここは墨入れダークブラウンを流します。人が歩く部分にある滑り止めの間にずっと流れてくれるので、黒っぽい朱色に見えていい感じなんです。塗料の皿に取って面相筆で塗るのがやりやすいですね。手すりの間が狭いので太めの筆は向きませんね。こんな感じでどうでしょう。墨入れをした方としていない方。やっぱり墨入れした方がいいですね。こっちにもやりましょう。そうしたらまずボディに機関室を組み付けます。ここの爪の位置が両側で違うので、
逆組み付けすることはありません。こういう間違いやすい部品にはこうしたポカよけがついているのってありがたいです。パチンと音がすれば爪がはまったということです。こっちも行きましょうね。あれれ、はまりませんか？これ逆でした。早速ポカよけの力で助けてもらいましたね。はい、スノープローが写真で見ると結構茶色いので、ここにはしっかりと墨入れブラウンを流します。こんな感じでしょうかね。そしたら床下にもうっすらと墨入れブラウンを流します。燃料タンクとか台車とかプラのツヤが取れる程度でやめておきます。それとディーゼル機関車をかっこよく見せるのってお顔についているホース類なので、カプラー両脇に銀河モデルのエアホースを取り付けます。ファイ 0.5mm のドリルでカプラー脇のコックがモールドされているところに穴を開けます。僕の手の方にフォーカスしてしまい申し訳ありません。取れちゃいました。まあはまっているだけですから後で戻すとして作業を進めますが、ここは3倍速でどうぞ。カプラーを挟んだ反対側にも同じように開けておきます。軟質プラなので簡単に開きますが、指先に穴開けないようにしないとね。見えますかね、こんな感じに開きましたが。いよいよボディと動力ユニットを合体させたいと思いますが、その時にボディの穴に入る手すりはこうして少し曲げ癖をつけておきます。そうしたら動力ユニットのダイキャストにボディをかぶせるようにして組み付けていきます。両サイドの手すりをボディの穴に差し込みますが、この時に曲げ癖をつけておいたことが走行するんです。はい、できました。ナンバープレートの取り付けですが、いつものように先を平たく削った割り箸に両面テープを貼り付けたジグを使います。せっかく金ナンバーと銀ナンバーがあるので、両方のカラーを使いたいと思います。まず銀ナンバーの1195号機を選びます。ランナーからニッパーで切り出します。切断位置が足の方にある最近の加藤の仕様はナンバーを傷める可能性が低いので助かりますね。いい感じ、かっこいい。続いて金ナンバーは1207号機を選びました。こちらもニッパーでランナーから切り離して装着します。いやー、 JR 九州のセンスって素晴らしいですよね。実に締まったお顔になりました。写真を見ると九州のデイージュでステップの縁が白く塗ってあるんで、そこを塗ってしまいましょう。前から見ると白が映えるんですよ。そうしたら銀河モデルのエアホースを取り付けます。先ほどカプラ両サイドに開けた穴に瞬間接着剤で取り付けます。エアホース、実車では外側に開いてついているので、ピンセットで緩く曲げながら透明容器に出してある
接着剤をつけています。画角が悪くて穴に差し込んでいるところが映っていませんが、お許しください。こんな感じになります。引き続き画角が悪くて申し訳ありません。今度はエアフォースに艶消し黒を面相筆で塗っています。ご覧ください。本当に画角から外れてしまっていますね。一人で撮影しながらやっていると、こんなこともあります。本当にごめんなさい。DE10 の写真や動画を拝見していると、ホースが両側1本、コックだけに見えるものが両側1箇所ずつあるように見えます。それでは次はエアフォースのコック部分に白を筆刺します。ここも面相筆で塗りますが、実写でも結構目立つんですよ。先ほど誤って塗ってしまったステップ側面の白は目立ちすぎるので、後で黒に塗り戻しておきますね。大変失礼しました。はい、塗り終わりました。お顔にアクセントになる白が入ってすっかり精悍な顔になりましたね。サイドビューはラジエーターの艶消し黒と床下の墨入れブラウンのみです。いかがでしょう。塗料のはみ出しを見つけたので修正していますね。こういうのが自由にできるのもエナメルカラーが扱いやすい理由ですね。ここまでの感じでは汚れ方もちょうど良い感じですね。ラジエーターの艶消し黒が結構気に入ってしまいました。それではいよいよ JR 九州の DE10 ディーゼル機関車を電気機コレクションに加えるためのリアル化加工、エアブラシによる梅煙と土ぼこりの表現を行っています。タミヤの墨入れブラックを煙突周囲の屋根上を中心に、それからボンネットの上にも少々吹きつけています。何度も申し上げましたが、実写が美しく大切にされているので、弱めのウェザリングに仕上げることが肝要かと思います。それから台車やお顔のエアフォースにも若干ブラウンを吹いて終わります。はい、これで今回予定した加工をすべて終了しました。ラジエーターとサイドのこの辺りもうっすらとすすけています。すすけさせながらもそれなりにツヤを残すようにしたつもりです。こちらの側面もいかがですか？ディーゼル機関車って汚れさえ活躍している機関車の勲章のように思ってきたので、この機関車は本当に気を使いながら汚しました。黒いボディでも特別なイベント列車専用ということではなく JR 九州の標準色なので、写真等を参考にしながらトライした次第です。組み付けが甘かったのでしょうか。力を入れてボディを押し込んでいますね。大丈夫のようです。まず甘すぎず汚しすぎずバランスよく加工できたのではないでしょうか。それではこれで DE10 九州仕様の加工を終わります。それでは2022年12月に加藤から8620型蒸気機関車と50系の SL 人吉客車セットが発売されましたが、それとほぼ同じタイミングで DE10 ディーゼル機関車 JR 九州仕様が再販されましたので、揃ってコレクションに加わることになりました。実物は蒸気がいて客車3両がいて、後ろから DE10 が押す形で運用されているみたいですが、うちでは蒸気は単独で、DE10 は蒸気なしの10連で客車牽引の運用につかせたいと思っています。せっかく客車が展望車になっているので、その楽しみをお客様に存分に味わっていただこうと思うからです。DE10 型ディーゼル機関車は1966年に登場した中型のディーゼル機関車で DML61ZB というエンジンを1機搭載し、最高運転速度は85キロながら1350馬力のパワーを誇っていました。
山形新幹線の工事中には特急あけぼのの迂回運転を担当して陸羽東線の小牛田新庄間を10連で牽引したこともありました。 JR 九州では2010年にイベント列車を牽引してから順次黒を基調としたオリジナルカラーに変更されました。それでは JR 九州仕様と国鉄オリジナルカラーの並びをご覧ください。それぞれに施したウェザリングの違いをお楽しみください。DE10 はローカル線の貨車着車列車牽引を並びに入れ替えようと目的に全国で708両が製造されて活躍しました。それまで国鉄のロードスイッチャーとしてはDD13が使用されていましたが、軸重が14トンあったのに対し DE10 では動輪を5軸にすることで軸重13トンを達成することに成功しました。そのためキャブがセンターでなくオフセットした独特な仕様になりましたが、これらは広範な用途に対応するための知恵と工夫の賜物でした。実写のお話が最後におまけ程度になりましたが、本日の動画はこれで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。もし動画を気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いします。後で画面中央に157系鉄分マークが現れますので、それをタップしていただけるとチャンネル登録できます。またベルマークをオンにしていただけると最新動画をご案内できます。それから動画への評価やコメントも楽しみにしてお待ちしています。鉄道や鉄道模型が大好きな皆様からのコメントは動画を作る励みにもなります。僕の知らなかった情報もたくさんいただけてとても助かっています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。